デビュー前から一緒に暮らし、深い絆で結ばれている BTS。仲がいいからこそ喧嘩もします。ですが、どんなことがきっかけで喧嘩をしていたのかとても気になるところ、BTS の喧嘩エピソードがいくつかあるのですが、今回は厳選して3つの喧嘩エピソードをご紹介します。幼稚なことで喧嘩をしたという内容のものもあるので、思わず笑ってしまいます。BTS の喧嘩エピソード。早速、BTS の喧嘩エピソードをご紹介していきましょう。若かりし頃のエピソードですが、小さい子供が喧嘩をするような内容なので、微笑ましく思うものもありますよ。クオズが2段ベッドで大喧嘩。クオズとは、ジミンとテテのコンビで、この2人の関係性を簡単に言い表すなら、気の置けない親友という感じです。クオズは、同じ高校出身で、練習生時代からずっと仲良し。お互いを知り尽くし信頼し合っているということがよくわかります。そんなクオズが一緒に暮らしている時に、2段ベッドのことで喧嘩をしたというエピソードがありました。宿舎生活時代に J-HOPE、ジミン、テテはルームメイトで、3人は毎日ゲームばかりしていたといいます。2021年、韓国の有名バラエティ番組、You Cruise on the Block に出演した際、MC から喧嘩エピソードについて質問されたジミンは、テテと2段ベッドのどっちを使うかで喧嘩をしたと語り始めました。部屋には、1人用ベッドと2段ベッドがあり、年上である J-HOPE に1人用ベッドを譲ったクオズ。その後、どちらが2段ベッドの上か下かを決める際に、下の方が楽だからとテテに譲り、自分は上を選択したというジミン。ジミンの優しさからですね。半年後、今度は自分も下に行きたくなったということで、テテにそろそろ場所を交換しようと提案したのですが、テテにお前が好きで上に行ったんじゃないかと言われ、ものすごく喧嘩しました。と話していました。続けて、僕が寝ているすぐ目の前にエアコンがあったんです。だから、夏になると、その風が直撃するんです。と話しました。しかし、テテが変わる気がないと分かった瞬間、正気かと思い、喧嘩をしてしまったとのことです。今思えば大したことないし、ベッドの位置を変えるなどいろいろ方法はあったと思うと話したジミン。大人になった証拠ですね。同じ年齢だっただけに、些細な喧嘩が多かったようですが、本当に小さなことがきっかけの喧嘩に思わず笑ってしまうエピソードでした。クオズの些細な喧嘩といえば餃子事件も有名ですよね。クオズの曲フレンズの歌詞の中にも登場するエピソードで、喧嘩の理由は練習前に餃子を食べるか練習後に食べるか。2段ベッド事件と同じで本当に小さなことでした。お腹が空いていたテテがマネージャーにバン餃子が食べたいとお願いしたことがきっかけで、頼まれたマネージャーは餃子を手配したのですが、練習中に餃子が到着。ジミンは練習の後に食べようと言ったところ、テテはお腹が空いたから食べながら練習をしようと主張し、喧嘩になりました。練習中の喧嘩だったので、メンバーに外で喧嘩しろと言われ、追い出されてしまいます。メンバーもまた始まった的な感じだったのでしょうね。この事件に関して、テテは幼かったのでと言っているので、当時は自分の主張が強く出すぎてしまったようですね。クオズは喧嘩はするものの、仲がいいので親友だからこその喧嘩なのでしょう。J-HOPE がバナナで激怒。普段は明るくいつも笑っている J-HOPE。そんな J-HOPE が怒ったところなんてあまり想像できませんよね。ですが、過去に J-HOPE がジョングクに怒ったエピソードがありました。ある日ジョングクがアーミーからフルーツの詰め合わせをもらいました。まだデビューしたばかりの BTS メンバーにとっては、プレゼントは貴重でとても嬉しいものです。ジョングクがプレゼントしてもらったフルーツの詰め合わせですが、メンバーがどんどん食べていき、
たくさんあったはずの果物があっという間になくなっていく状況に、ジョングクはこの人たちダメだと思ったそうです。そして、バナナを食べている J ホープに食べないでください。僕がもらったものなんですと言いました。すると、J ホープは口に入れていたバナナをジョングクに向かって投げつけたそうです。J ホープは当時の状況に今考えてみたら本当に申し訳ないです。本当に幼稚でした。と言っていました。当時はまだ若く、食べても食べてもお腹が空く時期ですもんね。確かに J ホープが言うように理由が本当に幼稚で笑ってしまいますね。いつも明るく笑っている J ホープにもこんな時があったことが意外なエピソードでした。テテとジンの電車ドッキリ。2016年のボンボヤージュで旅をしている時にテテとジンが電車で喧嘩を始めました。喧嘩の理由はテテがカバンをベンチに忘れたまま列車に乗ってしまったことです。このカバンの中にはチケットも含め全部の荷物が入っているので RM は英語で大使館へ連絡をし確認を取り始めます。テテがカバンを忘れたことに対してジンはテテを叱り、テテと作家さんは残らないと言うと、テテは今これ撮影してますと言い返し、カバンの話からボンボヤージュの撮影を続行するかしないかという話になっていき、テテが今これが撮影ですか？ずっと気分悪い話ばっかしてるのに。と言うと、この言葉にキレたジンは、お前がカバンを忘れたんだろう。なんで俺たちにぶつけるんだよ。と、険しい顔をしながら反論しました。テテの横にいる J ホープは黙っていますが、明らかにまずいなという顔をしています。テテは、だったらもう帰っていいし。と切れてしまうとジンは、帰っていいよ。さようならと発し、テテは席を立ってどこかへ行ってしまいました。とても重たい空気が車内に流れています。ジミンは頭を抱え、ジョングクは背筋をまっすぐ伸ばして座っています。実はメンバーはテテが忘れたカバンをスタッフさんが回収してくれているのを知り、テテにドッキリをかけるために演技をしていたのです。けれども、テテが思った以上に怒ってしまったので、メンバーもちょっとびっくりしてしまい、J ホープも固まったり、ジミンもジョングクも焦った反応をしていたのです。テテが本当に怒ってしまったと思っていた矢先、テテは忘れたはずのカバンを持ってメンバーの元へ登場します。メンバーがテテに仕掛けたはずのドッキリでしたが、実はテテもスタッフがカバンを回収してくれていることは知っていたのです。テテはドッキリに気づいてたけど、気づいてないふりをした逆ドッキリだったのでした。遡ること10分前、席を立って監督のところに行ったテテは、メンバーが演技しているのが丸見えです。これ二重ドッキリでしょ？ナムジュンヒョンは大げさだし、唯一普通なのがじっとしていたホソクヒョンくらいです。なので僕がここでいきなり大きな声出してもう帰るとか言いますね。と話していたそうです。なんだか複雑なドッキリとなってしまいましたが、ジンとテテの迫真の演技は見ている側もハラハラしてしまいました。まとめ。今回は BTS の喧嘩エピソードをご紹介しましたが、いかがでしたか？そんなことで喧嘩しなくてもいいじゃないという小さいことで若い頃は喧嘩をしていたようですね。今はメンバーそれぞれ大人になり喧嘩をすることも少なくなったと思いますが、若気の至りということなのでしょう。小さいことで喧嘩をしているメンバーが可愛くて思わず笑ってしまいます。絆が強く仲がいいからこそ本音で話ができるので、喧嘩をすることができるのでしょうね。